はい、皆さんこんばんは。友太郎でございます。私は日本で10年間ブラック企業で働きまして、身も心も江戸川の河川敷のように痛めつけられまして、海外脱出を決意いたしました。で、今では、シンガポールで永住権をもらって、生活をしております。で、私ですね、2023年3月中旬にですね、勤めていた会社から、解雇を5月末で解雇ということで言い渡されまして、でその間1ヶ月間必死にですね転職活動をいたしまして、で、最近ようやく外資系なんですけども仕事が決まりました。ありがとうございます。で、今回この騒動で日系企業と外資系いくつか会社面接受けたんだけど、やっぱね、日本企業は避けた方がいいなっていうのを改めて思ったんですね。だからこの動画でその理由と、日系企業の闇というか、日本人とパワハラの切っても切れない関係とかですね、外資系での労働に対する考え方っていうのを語っていこうかと思います。私はシンガポールに来てから今まで1社だけですね、日系の某保険会社にですね、勤務してたことがあります。で、私がまだその会社で新人だった頃、入社してからですね、多分1ヶ月ぐらいだったと思うんだけど、1ヶ月も経ってないかな。で、その日、私はいつも通り定時に帰ったんですね。帰宅したんですよ。だけど、その翌日に、私の上司からですね、朝一ですよ。もう出社するなり、いきなり私のその席に来てそいつがですね、お前定時で考えるとか、お前舐めてるのかっていう風にいきなり言われたんですよ。で、私反論したら黙れよみたいなことを言われて、で、そういうことを他の人がいる目の前で言われたことがあって、だから事務所シーンとなったんですよね。そんなことがあったから。で、ただ私は他にもね、その上司から普段書類の作成方法などでたびたび暴言を受けてたから、だから私もそこでついブチッと切れてですね、その上司に対して、その上司年下だったんですよ、私の。だから、お前舐めた口聞くなと、クソガキがっていうことで言い返しちゃったんですよ。で、そうやって言い返しちゃったから、その場で、口論にその上司と発展しちゃったんだよね。で、結局その後っていうのは、私に公然とその場で言い返されたっていうこともあって、その上司からのパワハラっていうのはその後一切なくなったんだよね。で、ただその一方で、その後、その一件の後、仕事以外の話っていうのは全くその上司とはなくなってですね、その後気まずい関係っていうのが、私が退職するまでずっと何年か続くことになります。で、本当にだからパワハラっていうのは誰も得しないなっていうところなんだよね。ただこのパワハラっていうのは、たとえ海外であっても、日系企業、海外に存在している日系企業っていうのは本当にねあるあるなんですよね。で、そういうこともあったから、私はその後っていうのはもう外資系の企業一択で働くようになりました。で、しかしそれから5年が経過してですね、今回私が失業となって、で、転職活動となったんだけど、今回は私もその仕事を見つけるまでにですね、結構苦戦したんですよね。だから自分のそれまでのポリシーを曲げて、家族の生活のために日系企業っていうのも視野に入れて、面接も受けたんですね。で、その面接なんだけど、その面接官っていうのはもちろん日本人なんですよ、日系だから。で、私は必ず日系の会社の面接で、質問することがあって、それが、この会社ってパワハラありますか、サビ残ありますかって必ず聞くんですよ。で、それドストレートに聞くんですね。で、この質問の後、その面接官、どういう反応が返ってくるかっていうと、これはね、面白いぐらいにですね、どの会社も同じなんだよね。まず、3秒ほど、摩訶不思議なね、沈黙がシーンって流れるんですよね。で、その面接官が、その後ね、歯切れの悪い回答っていうのがね、返ってくるんですよ。で、例えばなんだけど、昔はパワハラみたいなのあったんだけど、今は私の見る限りではないかと思いますとかですね。どこからパワハラなのか定義することは難しいと思うんですけども、そういうのはなくすようにしてますとかですね。
で相手が男性だとミスした時に非常に厳しく言うこともありますといった感じでですね、要するにそのパワハラっていうのを否定しないんですよ。要するに絶対あるんですよね、日系企業っていうのは。で私その長らくこのシンガポールで働いてきたんだけど、そのいろんな場面で日本人労働者っていうのもたくさん見てきたんですよね。でその学歴やですね、職場での立場とかそういったものをバックにですね、不要なマウントを取ってきたりパワハラしたりですね、部下に暴言を吐いたり、特にその気の弱い人たちっていうのを集団でいじめる、そういう行為をする人たちっていうのはね、もう一部の例外もなく日本人なんですよね。日本人が数人集まるといじめやパワハラっていうのがもう必ず起きる、自然発生するっていう現象っていうのは、海外でも見られます。残念ながらですね。で本当にもうなんていうの、どこまで行っても陰湿っていうか、この日本人の特性っていうか習性っていうかね、海外だとね本当に余計に際立って目立っちゃうんですよ。で一方その外資系の企業なんだけども、こういった職場でのそのいじめとかですね、パワハラっていうのはその会社の社則で固く禁じられてます。特にそのヨーロッパとかアメリカの企業ではその傾向が非常に強くて、そのパワハラと認定された場合、その上司っていうのは減給とか解雇とか、そういった罰則が加えられるようになってます。それ以前に私は今までね、そんなことする外国人の上司っていうのは見たことがないです。仕事はできるけども非常にフレンドリー。それがその外国人上司、例外はあると思うけども、その私が見てきた中での外国人上司っていうことになります。で海外の人たちっていうのは労働に対して8時間だけ会社から言われたことっていうのをこなして給料を稼ぐ行為としか思ってないんですよね。これを基本的な考えとして動いてるから、だから労働や社会に対してですね、大きく依存している日本人とはですね、根本的に考え方が違うんですね。じゃあかといって仕事に対して一生懸命じゃないのかっていうと、そんなこともなくて、皆さんその商品知識とかですね、仕事上の手順とかそういうのは本当によく熟知してて、日本人よりもはるかにね生産的に仕事をして、定時前に業務っていうのを全部終わらせて定時に本当に帰宅していくんですね。でやはりその生産的に平和に働きたいっていうのであれば外資系の企業を選ぶしかないと私は思ってます。でまたね給与面に関してもその大きな違いがあって、日系とその外資系、同じ産業に属しているその法人の給料っていうのを比較すると、日本の企業、日系を100とした場合っていうのは外資は130前後、要するにその平均で3割ほど外資系の方がもう給料も高いんですね。だから同業種であればほとんどのケースで外資系の企業の方が給料もいいっていうことになります。だから説明した通り、給与面でもその労働環境、人間関係っていう上でもですね、外資系の方がはるかに環境っていうのは上になります。で私はそのシンガポールで生活する中で、そのアメリカやカナダ、オーストラリアとかですね、そういったところに留学経験のあるその日本人の若者っていうのもたくさん見てきたんですよ。でシンガポールでもその経験を生かして働いている若者を多く見てきたんだけども、だけど彼らのそのほとんどっていうのは、その日本企業ではパワハラとかサビ残とかそういうのがあるから絶対今働きたくないっていうことをもう本当口揃えてみんな言うんですよね。でその理由っていうのはその今まで私がこの今お話しした通りの理由なんですよね。だ皆さんもその海外脱出っていうのを考えてるんであればね、ぜひ外資への就職っていうのを目指していただきたいと思います。せっかく海外に出てるんだから、そこで日本人とだけで働くんじゃなくてね、いろんな国の人たちに混ざって働く方が刺激的で楽しいと思います。でそこでいろんなことを学べるし、すごくいい経験になるので、ぜひとも外資系での就職っていうのを目指していただければと思います。日系と外資系っていうのはね、ちょっと極端な言い方するんだけど、それはもう奴隷と人間のその境界線と言ってもいいかもしれません。
というわけで、友太郎でございました。ご視聴ありがとうございました。